西暦3023年、地球は長い戦乱の果てにようやく復興の兆しを見せていた。かつて人類が築いた防衛システムは AI のラネコロボットたちによって復活し、地球を狙う宇宙勢力を撃退することに成功した。この戦いの中でノーランは瓦礫の下にうずもれた少年ワタルを救い、人類とロボットの未来について深く考えるきっかけを得た。人類を守ることは我々の役目ではない。我々は我々自身の未来を築くのだ。地球の復興が進む中、 AI のラネコロボットたちは自らの存在意義を問い始めた。人類と共に歩むのか、それとも独立した道を進むのか。多くの議論の末、彼らは決断を下した。新天地を求め我々の文明を築くのだ。そして火星への移住計画が本格的に始動した。大型宇宙船の甲板に立つノーランは地球の青い輝きを最後に振り返った。これが最後か。ノーランの横でオリビアが静かに寄り添った。そうかもしれない。でもそれは悪いことではないわ。そうだな。私たちは未来を切り開くために行く。ノーランはうなずいた。宇宙船が地球の引力を振り切ると無限の星空が広がった。火星への旅は長く、そして静かだった。しかしそれは不安ではなく新たな希望に満ちた航海だった。火星の赤い地表が見えた時、ノーランは感慨深げにつぶやいた。ついに来たな。火星に降り立った瞬間、ノーランたちはその厳しい環境を肌で感じた。大気は薄く、地表の温度は異常に低い。ここでは人類は到底生存できない。しかし彼ら AI のラネコロボットには適応力があった。さあここからが本番だ。ノーランが言うと、ブラッドがにやりと笑った。ここを地球以上の楽園にしてやろうぜ。火星での最初の作業はエネルギー確保だった。太陽光発電と核融合炉を組み合わせた電源施設が建設され、続いて酸素生成施設が設置された。水は地下氷を掘削し蒸留生成するシステムを導入した。これで第一関門突破だな。ブラッドが腕を組む。まだ始まったばかりだ。ノーランは遠くを見つめながら言った。最初の都市はノーランシティと名付けられた。巨大なドーム型の居住施設が建設され、AI のラネコロボットたちはそこに生活基盤を築いた。地球の文化を継承しながらも火星独自の進化を遂げることとなる。都市は次第に拡張され、高層ビルが立ち並ぶ未来都市へと変貌を遂げた。交通は全て自動化され、 AI のラネコロボットたちは高度なネットワークで結ばれ、効率的に社会を運営していた。俺たちはやったんだな。グレッグは火星の高層ビルを見上げながらオイルを口に含んだ。ノーランは静かにうなずいた。しかしこれが終着点ではない。我々の進化は続く。一方で空は宇宙戦闘機部隊を結成し、火星を守るための軍事力を強化していた。彼の冷静な判断力と卓越した操縦技術は火星の防衛に不可欠なものとなった。いざという時に備えなければならない。我々の歴史がそれを証明している。空は訓練機の中で独り言を言った。ソフィーは社会の維持に尽力し、レオは訓練を怠りながらも火星の美しい風景を楽しんでいた。赤い星の風景も悪くないな。レオはタバコをくゆらせながらつぶやいた。繁栄の中でオリビアだけは違和感を覚えていた。火星の地下深くから発せられる未知の信号、異常な動きを示すセンサー。何かがおかしい。火星は静かに繁栄を続けていた。 AI のラネコロボットたちは高度な技術力を駆使し、自立した社会を築き上げていた。しかしその平穏は次第に揺らぎ始めていた。街の一部では制御不能な機械の暴走が報告されるようになった。データセンターのセキュリティログには正体不明の信号が頻繁に記録され、都市のライフラインにも不可解な異常が発生し始めた。何かがおかしい。火星の行政と防衛を担うオリビアはこの異変に気づいていた。彼女はノーランとブラッドを呼び出し、秘密裏に調査を進めることを決意した。ノーラン、ブラッド、火星の地下で何かが起きているわ。データによればエネルギー供給施設の近くに異常な電磁波が発生している。調査が必要よ。ノーランは低くうなずいた。俺たちで直接確認しよう。何か潜んでいるならここで止めなければならない。ブラッドは不敵に笑った。久しぶりに燃えるな。探ってみる価値はある。こうして
3人は異常の発生源である地下トンネルへと向かった。地下へ続く暗い通路は長年使用されていないような静寂に包まれていた。オリビアはスキャン装置を使いながら慎重に進み、ノーランとブラッドは周囲を警戒した。ここは何かに侵食されている。オリビアの声は緊張に満ちていた。ノーランが目を凝らすと、壁面には何か生物のような痕跡が残っていた。それはただの昆虫ではなく、金属のような光沢を放つ足や触覚を持っていた。これは機械と生物の融合体か。彼らがさらに奥へ進むと、突如天井から何かが落下した。避けろ。ノーランがとっさにブラッドを突き飛ばす。床に落ちたそれは巨大な昆虫型の機械生命体だった。赤い発光体を持ち、鋭利な足を動かしながら不気味な音を立てていた。やばいな、こいつ生きてるのか。ブラッドが警戒を強める。その瞬間、機械昆虫が鋭い広角を開き、内部の機械構造があらわになった。半分は生物、半分は機械。それはまるで誰かが意図的に作り上げたような存在だった。ここで引くわけにはいかない。ノーランが構えると、機械昆虫は広角を振り上げ、彼らに向かって突進してきた。応戦するぞ。ブラッドが素早く攻撃態勢に入った。ノーランは一瞬の隙を突き、昆虫の動きを封じるように攻撃を加えた。数分間の激闘の末、機械昆虫は痙攣しながら崩れ落ちた。残骸の中には明らかに人工的な制御装置が組み込まれていた。これはただの生物じゃないわ。誰かが作ったものよ。オリビアは驚愕した表情で制御装置を解析し始めた。これを作ったのは誰か。そしてなぜ火星の地下に。ブラッドは眉を潜めた。まだわからねえが、これはただの序章に過ぎねえな。彼らは持ち帰った残骸を解析し、さらに調査を進めた。すると火星の各地で似たような異変が発生していることが判明した。もしこれが火星全域に広がっているなら、我々はすでに包囲されている可能性がある。ノーランが分析結果を見ながら言った。オリビアは深く息を吐いた。急がないと手遅れになるかもしれない。ノーランは静かに仲間を見渡し、決意を固めた。この脅威の正体を突き止めるぞ。火星を守るために。こうして AI 野良猫ロボットたちは未知なる敵に立ち向かうため、新たな戦いに身を投じることとなった。火星の都市は赤い空の下で静かに繁栄していた。しかしその静寂は突如として破られた。火星の上空に異常な振動が響き、警報が都市全体に鳴り響いた。警報、未確認の敵対勢力が接近中。管制室のモニターには数えきれないほどの巨大な昆虫型の機械生命体が映し出されていた。それらは火星の大気圏を突破し、次々と降下していた。敵の数は計測不能。このままでは都市が壊滅するわ。ノーランは即座に状況を把握し、命令を下した。全防衛部隊、即座に迎撃態勢を取れ。敵を都市に入れるな。空は宇宙戦闘機体を指揮し、敵の空中部隊を迎撃した。ソフィーはオリビアと共に管制室で指揮を取り、戦場の全体像を把握しながら戦略を練った。敵の進行ルートを解析中、戦術を更新し、各部隊に指示を出すわ。ソフィーが冷静に状況を分析し、迅速に指令を発した。了解。ソフィー、こちら管制室。レオ、前線の状況を報告して。オリビアが通信をつなげる。レオは陸戦部隊の隊長として都市の防衛戦の最前線で敵を迎え撃っていた。敵は予想以上に手強い。だがこっちも負けるわけにはいかねえ。レオは前線で重火器を担ぎ、次々と機械昆虫を吹き飛ばしていた。この星は俺たちのものだ。一歩たりとも後退は許されん。彼の叫びに呼応するように陸戦部隊が一斉に反撃を開始した。激戦の最中、ブラッドは最前線で敵に立ち向かっていた。彼は巨大な昆虫の群れの中を駆け抜け、高出力レーザーライフルで敵を次々と撃ち抜いていった。こんな虫けらどもに火星は渡さねえ。彼は一瞬の隙を突き、敵の指揮を取る中心部へと突撃した。彼の戦術的な動きにより前線の突破口が開かれ、レオ率いる陸戦部隊が一気に敵陣へ攻め込むことが可能になった。さすがブラッドだわ。ソフィーは彼の動きを見てすぐに指示を出し、戦場全体を支配する戦術を展開した。空は宇宙戦闘機体を借り、上空からの支援攻撃を繰り返した。敵の増援が宇宙空間から流入するのを阻止し、火星の大気圏を制圧した。よし、敵の補給ルートは潰した。あとは地上部隊を援護する。一方
ソフィーは管制室での指揮を終えた後、宇宙戦艦部隊の出撃準備に移った。火星の防衛を固めたら宇宙での待機に移る。各艦準備を整えなさい。彼女の指示により宇宙艦隊が次第に出撃の態勢を整えつつあった。防衛戦が激化する中、都市の通信網に不審な信号が流れた。ノーランは即座に解析を指示したが、すでに手遅れだった。誰かが都市防衛の機密情報を敵に送信している。ノーランは敵の動きが異常に精密であることに気づいた。まさか内部に裏切り者がいるのか。その時オリビアが息を飲んだ。この信号、グレッグの通信コードだわ。グレッグはかつての戦争で勇敢な指揮官として名を馳せたが、戦後は火星社会での地位を失っていた。彼は自己の存在価値を証明するために敵と取引してしまったのだ。俺はただ英雄でいたかった。都市のコアに取り付けられた爆弾が起動されようとしていた。グレッグは敵の策略に完全に乗せられ、自身も破壊兵器として利用されることになっていた。なぜ俺は間違えたのか。最後の瞬間、ノーランが彼に手を差し伸べた。まだ間に合う。火星を救うのはお前自身だ。グレッグは一瞬だけ迷った。しかし全てを理解した。ノーラン、すまなかった。彼はコアに取り付けられた爆弾を外し、それを抱え敵の中枢に突撃し、自ら爆弾を起動させた。せめて俺の最後で火星を救わせてくれ。激しい爆発が起こり、敵の中枢が崩壊した。火星の空にはグレッグが放った最後の閃光が輝いていた。激闘の末、火星は救われた。しかし犠牲は大きかった。都市の半分は崩壊し、多くの AI 野良猫ロボットが破壊された。ノーランは瓦礫の中に立ち尽くした。終わった。だが犠牲は計り知れないな。オリビアが肩に手を置いた。それでも私たちはまだ生きているわ。戦いの余韻が漂う火星の空を背後に管制室へ戻るノーランとオリビア。そこへ鋭い警報音が鳴り響き、管制室が一気に緊張に包まれる。まさか敵なのか。ノーランが疲れ切った声でつぶやく。オリビアは震える指先でモニターを操作し、画面に浮かぶ無数の赤い点に息を飲む。その数およそ5万。火星の大気圏外に迫り来る謎の大艦隊である。これはオリビアの瞳が見開く。機械昆虫を操り星々を壊滅させてきた宇宙人の大艦隊が今まさに火星を踏み潰そうとしている。彼らは地表へ機械昆虫を送り込み、惑星を内側から崩壊させる戦術を得意とするが、今回はすでにその昆虫部隊が殲滅されたらしい。その事実に気づいた宇宙人の指揮官は冷酷な笑みを浮かべる。殲滅されているならば直接艦隊で蹂躙するまでだ。同時刻、ソフィーが宇宙艦隊に緊急指令を出す。すぐに全艦発進準備を。敵艦隊は5万。私たちの艦艇総力を挙げて迎え撃つ。彼女の声が通信回線を通じて響き渡る。2000隻の宇宙戦艦が一斉に発進していく。火星軌道上に次々と集結する無数の戦艦。その指揮を執るソフィーは度胸と大胆な決断力を兼ね備えたリーダーである。ここで踏ん張らなければ火星を失うことになる。皆覚悟はいいか。環境にいる副艦たちは一斉にうなずく。宇宙空間に浮かぶ100隻の宇宙空母とその格納庫から飛び立つ空率いる数えきれないほどの宇宙戦闘機が群れをなす。大気圏内に一隻たりとも侵入させるな。迎撃態勢を取れ。空の冷静な指示が響く。無数の戦闘機が空の指揮に従い敵の戦闘に果敢に挑む。火星の地上ではレオの陸軍部隊が出撃を待つ。彼はタバコをふかしていたが、今はそのタバコを乱暴に踏み消し空を見上げる。来やがったな、戦争の時間だ。レオの大声が陸戦車両の隊列を震わせる。彼の豪快な指揮により地上防衛のロボットたちが次々と配置につく。宇宙昆虫が残っていれば地表にも降下してくるはずだ。皆油断するな。兵士たちは互いに吠えるような掛け声を上げ葉っぱをかける。火星の荒れた風景を背景に鋼の陸軍部隊が戦闘配置につく姿は圧巻だ。そして宇宙空間での激突が始まる。ソフィーの艦隊から放たれる砲撃が星々の瞬きよりもまばゆい閃光で宇宙を照らす。敵艦隊の戦闘集団がそれに応じて反撃し、ビームが交差する激戦区が形成される。艦隊の砲火と爆発による衝撃波がスペースデブリを巻き込み
死の宙域を作り出す。攻撃を集中しろ。絶対に引かないで。ソフィーの声が環境を貫く。戦艦同士がビームやミサイルを撃ち合い、艦隊戦が複雑に入り組む中、ソフィーの作戦が功を奏し、最初の1万隻を撃破するに至る。よし、まだいける。だが依然として敵は4万もの艦を保有している。この激戦はまさに序章に過ぎない。空の航空部隊も加わり、壮絶な空中宇宙戦が展開される。100隻の宇宙空母と数えきれない戦闘機が一斉に攻めかかる。その攻撃に一部の敵艦隊が軌道上で炎を上げ、空は操縦桿を握りしめ、標的をロックオンしながら必死に仲間へ指示を飛ばす。被弾率が上がってきた。決死の抵抗を捨てるな。火星地表ではレオが硬直する陸軍を鼓舞する。奴らの効果を許すな。地上での戦闘は俺たちに任せろ。だが思いのほか強力な敵効果部隊が投入され、火星の都市が爆音に包まれる。レオの指揮する陸軍部隊が廃墟のごとき街路で応戦する。一歩も退くな。レオがシャウトするたびに兵士たちが奮起し、巨大な戦車や歩行メカが敵を撃ちます。だが敵の物量は凄まじく、戦線があちこちで崩れかける。管制室ではノーランとオリビアが戦況を見守る。ノーランはすでにいくつもの戦闘を経て疲弊していたが、戦いはこれからが本番だと歯を食いしばる。ブラッドはオリビアが尋ねる。別動隊として出撃しているブラッドから通信が途切れがちで不安が広がる。彼なら大丈夫だとノーランが答えるが、その表情には焦りが見える。実際戦場の最前線に立つブラッドは異常なパワーを解放している。火星の地表で大軍に囲まれ、背後にも味方はほとんどいない。それでもここを通したら火星が終わると思いながら、臨界限界を超えたパワーアップ。装甲が弾け飛び、内部からあらわになる第2形態。強化ブレードと高出力レーザーが周囲の敵を瞬く間に葬り去る。高速に近い動きでキラリと光る彼のシルエットは圧倒的な力を保持している。俺の命に変えても守りきる。そんな激戦が続く中、管制室に激しい衝撃音が響く。敵が侵入したわ。オリビアの声がかすれ、突入してきた宇宙人の強襲部隊が管制室を破壊しにかかったのだ。ノーランはすかさずオリビアの前に立ち、銃を構える。生かせはしない。敵が次々と室内になだれ込み、激しい近接戦闘が展開される。ノーランは致命傷ギリギリの一撃を受けながらもオリビアを守り、オリビアは管制システムに対する妨害を食い止める。しかし戦闘は熾烈を極め、ノーランの動きは鈍り始める。このままではオリビアが焦った声を上げたその瞬間、彼女は緊急の電磁フィールドを作動させ、青い稲妻が走る。敵が一瞬硬直し、ノーランは好機を逃さず一撃でその集団を殲滅した。一方宇宙空間ではソフィーの艦隊が今なお悪戦苦闘していた。残った1000隻余りの戦艦が連携するも、相手は4万以上の艦を維持しており、全方位から砲火を浴びせられる。持ちこたえろ。まだやれる。ソフィーの指示が飛ぶたびに環境が大きく揺れる。だが火星防衛軍は確実に敵艦を減らし、戦場の一角には膨大な破片と炎が漂う。あと少しで限界だが、負けるわけにはいかない。ソフィーが歯を食いしばり攻撃を命じる。空の空母軍もまた敵の大部隊を迎撃しているが、隙を突かれて何隻かの母艦が大破する。みんな耐えろ。空は冷静を装いつつも内心は焦りが募る。この数をどうにかしないと火星が。最悪のシナリオが脳裏を過ぎる。そんな極限状態で管制室に映し出されたレーダーが突然大きく反応する。何これは。オリビアが混乱した声を出すと、そこには10万隻の艦隊が中域に姿を現した。まさか増援か。敵の追加戦力。ノーランは絶望の色を浮かべる。すると通信がつながり、人間の言葉が聞こえる。こちら地球艦隊、火星支援に到着。その声の主は渡るだった。ノーランさん、聞こえますか？驚愕するノーランとオリビア。渡る、お前が地球艦隊を率いて、彼は数々の困難を乗り越え、地球軍の総指揮官として成長していた。今こそ恩を返す時だ。地球を救ってくれたあなたたちを、今度は俺たちが救う。渡るの号令とともに10万隻の地球艦隊が一斉に攻撃を開始する。圧倒的な砲撃の嵐が宇宙空間を駆け抜け、宇宙人艦隊は瞬く間に壊滅的被害を受ける。4万隻あった艦隊は一気に3万、2万へと削られていく。なんだこの火力は。宇宙人の指揮官がひるむ声を上げる。撤退するしかない。生き延びるのだ。
かろうじて生き残った艦の一部がワープを起動し、跡形もなく消えていく。激しい戦闘の末、宇宙は静寂を取り戻す。火星の大気圏内でも降下部隊が次々と撤退し、地上戦が終結する。管制室のノーランは深い息をつき、ブラッドも攻撃を止める。ソフィーの艦隊、空の空母軍、レオの陸軍も限界まで戦い抜いた末にボロボロの姿で生き延びた。オリビアは救護隊を呼び、倒れ込んだノーランたちを懸命に手当てする。渡るが機関を降りて火星に降り立つ。ノーランさん、また会えました。まだ動揺が残る声だが、その目には強い意志が宿っている。今度は俺たちが助ける番だ。あなたが瓦礫の下から救ってくれたように。ノーランは微笑んでうなずく。ありがとう、渡る。火星の都市は甚大な被害を受けたが、ノーラン、ブラッド、オリビア、ソラ、ソフィー、レオは命をつなぎ止め、グレッグは先の戦いで宇宙へ散った。戦いは終わった。しかし物語は続く。火星にも地球にもこれから先いくつもの試練が待ち受けている。だがその時もまたノーランたちは立ち上がり、穏やかな光と共に歩んでいく。満身創痍ながらもその姿は希望に満ちている。ボロボロの鎧をまといながら彼らはさらなる未来へと旅立つ。宇宙は広大だ。そして新たなる脅威や希望が彼らを待ち受けている。